のささやきの朗読やあれを最初に見たのは夜勤の始まりだった。深夜1時、廃棄物処理場は昼間と違い妙に静かになる。昼間はトラックが何十台も出入りしていて、機械の音もずっと鳴り続けている。けれど夜は違う。焼却炉の低いうねりと遠くで動く圧縮機の振動だけが響く。俺は埋め立てエリアの巡回をしていた。ここは燃やせないゴミを山のように積んでいく場所だ。壊れた家具、古い家電、袋に詰められた生活ゴミ、全部が重なって小さな丘みたいな山になっている。懐中電灯で照らしながら歩いていた時だった。ふと山の一番上に何かが立っているのが見えた。それは人影だった。女。長い髪が前に垂れて顔は見えない。白っぽい服が夜風でゆっくりと揺れていた。最初は不法侵入者かと思った。ここに勝手に入る人間は時々いる。捨てられたものを拾いに来るやつだ。俺は山の下から声をかける。危ないから、そこ降りてください。だが女は動かなかった。風に揺れる髪だけがゆっくりと揺れている。俺はもう一度声をかける。けれど返事はなかった。仕方なく山を登り始める。ゴミの山は踏むと沈む。靴が袋を踏み破る音がぐしゃぐしゃと響く。そしてやっと頂上に近づいた。あと数歩、そう思って顔を上げると、そこには女はいなかった。さっきまで確かに立っていた場所には誰もいないんだ。逃げた音も降りた音も何も聞こえなかった。ただ山の一番上に黒いゴミ袋が一つだけ置かれていた。その袋だけなぜか濡れていたんだ。まるで誰かが今までそこに立っていたみたいに。黒い袋は普通の家庭ゴミの袋だった。特別なものには見えない。たださっきまでそこに人が立っていた場所にポツンと置かれている。それだけが妙だった。俺は足で軽くつついてみた。中身は柔らかい。生ゴミか衣類か、そんな感じだった。袋の表面は妙に湿っている。雨は降っていない。なのにまるで水に濡れたみたいに冷たかった。俺は袋を持ち上げてみる。ずっしりと重い。持った瞬間、袋の中で何かが動いた気がした。気のせいだと思いたかった。この仕事をしていると変な音はよくある。袋の中で瓶が転がったり、壊れたものが動いたり。だからそのまま回収エリアに運んだ。翌朝、焼却ラインに流す予定だった。その夜の巡回はそれで終わった。だがおかしなことは次の日に起きた。朝の点検の時、焼却ラインの横にあの黒い袋が置いてある。まだ処理されていない。同僚の佐藤が言った。これ、誰の？俺はすぐに分かった。昨日山の上にあった袋だ。ああ、それ俺が回収したやつだ。そう答えると、佐藤が眉をしかめた。これさ、昨日もう焼いたぞ。意味がわからなかった。いや、まだここにあるじゃん。俺がそう言うと、佐藤が首を振った。夜勤の後、すぐ処理したぞ。炉に入れたし、燃えたのも見ている。俺は黙った。炉に入れたなら、ここにあるはずがない。
それなのに袋はそこにある。形も濡れている感じも昨日と全く同じ。まるで焼却炉から戻ってきたみたいだった。その時袋の口が少しだけ開いた。そして中から黒い髪の毛がゆっくりと外に垂れた。最初はただのカツラかと思った。処理場にはいろんなものが捨てられてくる。人形、マネキン、カツラ。別に珍しいものではない。だが袋の中の紙は違った。床に垂れた紙がゆっくりと動いた。風はない。なのに生き物みたいにじわっと動いたんだ。それを佐藤も見ていた。今、動いたよな、これ。俺は何も言えなかった。そして袋の口がさらに開いた。なんと中から白い腕が出てきたんだ。人の腕だった。佐藤が思わず後ろに下がる。袋の中から体がゆっくりと起き上がる。女だった。長い髪で顔は見えない。白い服はぐちゃぐちゃに汚れている。体の動きは妙にゆっくりだった。まるで水の中から出てきたみたいに重そうに動いていた。女は立ち上がり、俺と佐藤をじっと見ている。顔は見えないのに視線だけはわかる。気味が悪くて体が動かなかった。女は何も言わない。ただゆっくりと歩き出した。処理場の奥へ、焼却炉の方へ。俺たちは慌てて後を追った。焼却炉の前で女は立ち止まった。大きな鉄の扉。中では炎が燃えている。普通の人間なら近づくだけで熱い。なのに女は迷わず扉の前に立った。そして振り返る。その瞬間髪が少し開いた。暗い顔の奥で真っ暗な目がこちらを見ていた。女は焼却炉の前に立ったままずっとこちらを見ていた。髪の隙間から見えた目は真っ黒だった。白目がない。穴みたいに暗かった。俺も佐藤も一歩も動けなかった。次の瞬間、女がゆっくりと炉の扉に手をかけた。焼却炉は普通は外から開けられない。安全装置がある。それなのに女は軽く引いただけで扉を開けた。鉄の扉がギーッと重い音を立てて開く。中の炎が一気に外へ吹き出した。熱気で思わず顔を背ける。だが女は振り返らない。そのまま一歩、そして炎の中へ入っていった。服が燃え、髪が燃えた。それでも女は止まらなかった。ゆっくり炉の奥へと消えていった。そして扉は一人でに閉まった。その夜はそれで終わった。この出来事について俺たちは誰にも言えなかった。そして次の日、朝の巡回で俺は埋め立てエリアに向かった。そして足が止まる。ゴミの山の一番上、そこに誰かが立っていた。長い髪、白い服、顔は見えない。だが昨日焼却炉に入ったはずの女だった。女はゆっくりとこちらを向く。そして手に持っていた黒い袋を足元に置いた。袋の口が少し開く。中から作業服が見えた。青い作業服。背中には名前の刺繍がある。佐藤。その時気づいた。昨日から佐藤は出勤していなかった。夜勤の監視室で最初にそれを見たのは入社をして3ヶ月目の頃だった。
廃棄物処理場には監視カメラが何十台もある。不法侵入や事故防止のためだ。夜勤の仕事の一つはその映像を確認することだった。深夜2時、モニターはいつもと同じ光景を映している。ゴミの山、止まった重機、暗い搬入口。全部何も動いていない。俺はコーヒーを飲みながら画面をぼんやりと見ていた。その時だった。一番奥のカメラ、埋め立てエリアの映像に人影が映った。黒い影、ゴミの山の横をゆっくりと歩いている。俺は画面を拡大した。確かに人だった。長い髪の女、白い服。夜中にこんな場所にいるはずがない。俺はすぐに不法侵入だと思った。そしてすぐに無線を取る。巡回班、埋め立てエリアを確認してくれ。外にいた警備員が返事をした。了解。モニターでそのまま様子を見る。女はゴミ袋を漁っている。袋を破って中を探している。ゆっくり、ゆっくりと。まるで何かを探しているみたいに。数分後、警備員が現場に着いた。懐中電灯の光が画面に映る。だが女の姿は消えていた。警備員の声が無線から聞こえる。誰もいないぞ。動物もいない。俺はモニターを見る。確かにさっきまで映っていた。間違いなく女はいた。その時画面の端で何かが動いた。女だった。カメラのすぐ前に立っていた。顔は長い髪で見えない。女はゆっくりとカメラを見上げていた。顔は髪で隠れている。それでも見られている感じがした。まるでこちらの存在に気づいているみたいだった。俺は思わずモニターから目を離す。気味が悪い。俺はすぐに無線を取った。もう一度確認してくれ。カメラの真下だ。警備員が返事をする。了解。外の映像では懐中電灯の光がゆっくりと近づいてくる。女はまだカメラの前に立っている。動かない。髪が少し揺れているだけだ。そして警備員がその場所に着いた。光がカメラの真下を照らす。だが誰もいない。無線が鳴る。やっぱり誰もいないぞ。俺は言葉を失った。モニターには女が映っている。なのに現場にはいない。警備員が周りを照らしている。ゴミ袋、壊れた家具、古いテレビ。何も動かない。その時モニターの女がゆっくりと動いた。腕を上げ、そしてカメラに手を伸ばした。次の瞬間画面が一瞬だけ乱れた。ノイズが走り、そして映像が戻る。女はもういなかった。ただ代わりに画面の端に何かが映っていた。監視室、机、モニター、そして椅子に座っている俺の背中だった。モニターに映っているのは監視室だった。机、並んだモニター、コーヒーのカップ、全部今いる場所と同じ。そして椅子に座っている作業服の男、俺だった。一瞬意味がわからなかった。監視室にカメラはない。ここは従業員しか入れない場所だ。なのに画面ははっきりと映っている。俺はゆっくりと後ろを振り向いた。誰もいない。ドアも閉まっている。部屋は静まり返っている。もう一度モニターを見る。画面の中の俺はまだ座っている。
少しだけ体が動いた。俺は動いていない。なのに画面の俺はゆっくりと顔を上げた。背中しか見えないはずなのに、その時異変に気づいた。画面の俺の後ろ、監視室のドアの前に誰かが立っていたんだ。長い髪、白い服。それはさっきの女だった。女は俺の背後に立っている。だが実際の部屋には誰もいない。俺はゆっくりと振り向いた。だがやっぱり誰もいない。心臓が嫌な音を立てている。モニターを見る。画面の女がゆっくりと動いた。一歩、また一歩。俺の椅子の後ろに近づいてくる。髪の奥の顔が少しだけ見えた。青白い顔。そして口がゆっくりと開く。そして画面の女が俺の耳元で何かを囁いた。画面の中で女が俺の耳元に口を寄せた。そして何かを囁いた。だが音は聞こえない。モニターだからだ。それでも言葉の形だけは見えた。女の口がゆっくりと動く。見つけた。そう言っているように見えた。そしてその瞬間、監視室の空気が急に冷たくなった。俺はゆっくりと後ろを振り向く。だが誰もいない。静かな部屋。蛍光灯の音だけが小さく響いている。もう一度モニターを見る。画面の俺はまだ椅子に座っている。だが画面の後ろには女が立っている。そしてゆっくり顔をこちらに向けた。髪の隙間から目が見える。真っ黒な目。女はそのまま俺の肩に手を置いた。画面の中の俺は動かない。ただ肩に女の手が乗っている。その時俺の右肩に重さを感じた。冷たい手、誰かの手。ゆっくりと視線を落とす。そこには長い髪の女の手が俺の肩に置かれていた。慌てて振り向く。だが誰もいない。モニターを見ると画面の中の俺は椅子に座ったまま首をゆっくりと後ろに引っ張られていた。翌朝監視室のモニターには一晩中同じ映像が残っていた。椅子に座ったまま後ろに倒れている俺の姿。そしてその背後でカメラを見上げている長い髪の女。警備員の話ではその夜監視室のドアは一度も開いていなかったらしい。だがモニターの中では女が俺の椅子に座ってずっとカメラを見ていた。廃棄物処理場で働いているといろんなものが捨てられてくる。家具、家電、写真、手紙。そしてたまに貴金属も混ざる。普通なら全部そのまま処理をする。持ち帰るのは禁止だ。けれど正直な話、みんな少しくらいは持ち帰る。壊れた自転車、まだ使える工具、古いゲーム機。ゴミの中にはまだ使えるものが多い。その日も埋め立てエリアの仕分けをしていた。袋を破って中身を確認する作業だ。その時小さな箱が出てきた。アクセサリーの箱だった。中を開けると銀色の指輪が入っていた。細い指輪、女物だ。石はついていなかった。ただ内側に文字が刻まれている。ミカエ。それだけ。少しだけ汚れていたが壊れてはいなかった。まだ普通に使える。どうしてこんなものを捨てたのか少し気になった。
だがそれ以上考えずにポケットに入れた。その日の夜家に帰ってから指輪を洗った。水で汚れを落とすときれいな銀色が出てきた。思ったよりちゃんとした指輪だ。なんとなく指にはめてみる。なんとサイズはぴったりだった。その時玄関の方でドアの音がした。ガチャッと誰かがドアノブを回した音。こんな時間に誰も来るはずがない。時計を見ると夜中の2時だった。そしてドアはゆっくりと開いた。玄関の前に女が立っていた。長い髪、白い服、顔は髪で見えない。女は玄関の中に入ってきた。そして俺の指を見た。そしてそのままゆっくりと俺に手を伸ばしてきた。女の手は俺の指に伸びてきた。細くて青白い手、指先がゆっくりと近づいてくる。俺は思わず後ろに下がった。その瞬間、女の姿が消えたんだ。玄関には誰もいない。ドアも閉まっている。夢かと思った。疲れていたのかもしれない。そう思って深く考えないことにした。だがその夜から妙なことが起き始める。最初は窓だった。寝ていると窓ガラスを叩く音がする。コン、コン。ゆっくりとした音。2階の窓だ。外は何もない場所。叩けるはずなんかない。カーテンを開けてみると、やはり何もない。だがガラスには手の跡が残っていた。細い指の跡。5本。その形は女の手みたいだった。次の日の夜も同じ音がする。コン、コン。窓を叩く音。俺はすぐさまカーテンを開けた。だがやっぱり誰もいない。ただガラスの向こうに長い髪が一瞬だけ見えた。3日目の夜、今度は玄関だった。ガチャッとドアノブが回る音。俺はゆっくりと玄関へ向かった。ドアを開ける。だが誰もいない。だが足元に水が落ちていた。濡れた足跡。裸足の足跡が玄関の中へと続いている。足跡は廊下を進み、リビングまで続いていた。そして、俺の前で止まっていた。その時、指にはめた指輪がぎゅっと強く締まった。指輪が急に締まる。ぎゅっと指を締め付ける。俺は思わず外そうとした。だが抜けない。さっきまで普通にはめられていたのに、びくともしないんだ。石鹸をつけて何度も引いた。それでも抜けない。まるで指に食い込んでいるみたいだった。そしてその夜また音がした。今度は廊下。ゆっくり歩く足音。ペタ、ペタッと濡れた足で歩く音。俺は寝室のドアを少しだけ開けた。廊下の電気は消えている。暗い。だが廊下の奥に何かが立っている。それはあの女だった。長い髪で赤い服。そして濡れている。髪から水が落ちていて顔は見えない。女はゆっくりと歩き出した。ペタ、ペタと足音がだんだん近づいてくる。俺はドアを閉めようとした。だが女の手がドアに触れた。青白い手。その手がゆっくりとドアを押す。隙間から髪が見えた。そして女は俺の手を見ていた。指輪。それだけをじっと見ている。そして女の口がゆっくりと動いた。それ、私の。その瞬間指輪がさらに強く指に食い込んだ。
指輪が指に食い込んで痛みで声が出る。まるで誰かに引っ張られているみたいにぐっと締まる。女はドアの前に立っている。髪の奥からゆっくり顔が見えた。青白い顔、目は暗く沈んでいる。女は俺の手を見ていた。指輪だけを。それ、返して。低い声だった。俺は慌てて指輪を外そうとした。だが抜けない。石鹸、水、全部試した。それでも外れなかった。女は一歩近づく。足元から水が広がり、ペタ、ペタと床に濡れた足跡が残る。女は俺の手を掴んだ。氷みたいに冷たい手。そのまま指輪を見つめる。そしてゆっくりと指を引っ張った。ブチッと鈍い音がした。指輪が抜けた。女の手の中に銀色の指輪がある。だが俺の手を見ると、薬指から途中がなくなっていた。だが血は出ていない。ただ指輪の形だけがぽっかりと消えている。女は指輪をはめた。そしてゆっくりと玄関へ向かう。ドアを開け、外の暗闇へと消えていく。その日から女は来なくなった。だがあれから何年経った今でも、廃棄物処理場で同じ指輪が見つかるらしい。銀色の指輪。内側には、ミカエ。そう刻まれている。そしてそれを拾った従業員は、数日後には必ず薬指がなくなっている。